バルブガイド、このガイドが適動した SR は全部ガタが出てるから、触るとすごいガタが。すごいだろ、でもイン側は、多分ないと思うんだよ。ないでしょ、ないでしょ、こっちは So what he's saying こ is っちは加工済みね、ガイドを新品に入れ替えた。 So what he's saying is 全然違う。動くない。So what he's saying is one of the biggest flaws with the SR20 is the exhaust valve guides always get 問題ないね。SR は、エキゾーストのガイドがもう全部ダメになっちゃうから、一回外したらガイドを新品に入れてやると、こんだけ精度が出る。イコール圧縮も上がる。圧縮コンプレッション。So the biggest issue he says with SRs is the factory OEM exhaust guides get really like kind of stretched out and open really fast, and they all have movement in them, and the valve kind of goes like in Japanese like gatsa gatsa gatsa, which just means it moves around in there. You can really see that. Come closer. So if we have a look at this exhaust valve here, you can see that right here it moves a lot from side to side. And this is only a 50,000 kilometer engine as well, mind you, so it shouldn't have that much play. And then this one's got brand new guides in it, and it has no side to side movement. So he's saying that it's super important when you overhaul or rebuild an SR engine that always do valve guides and obviously stem seals and stuff. Redo your head, it's super important. OK? ありがとうございます。おはようございます。今日はですね、大橋さんの車をパワーチェックということで HKS テクニカルファクトリーにやってきました。ここにいますね。純正日本人です。こいつがこの車をエンジンオーバーホール、タービンも交換すると。そのためにどのぐらい馬力が上がるかっていう、もちろんタービンも全部違うタービンに変えちゃうんだから馬力が上がるのは当たり前なんだけども、今まで何馬力で走ってたかっていうことを、検証したいと思います。では皆さんやってみます。さあ、大臣何してんの？今エンジン外して。え？エンジン外して。エンジン外して？外る。外る？はい。外る？この日本語ダメ？ダメね。なんで？教えて。エンジン下ろしてます。下ろしてます。エンジン下ろしてます。ということで、ゴールデンウィークの忙しいさなかにこいつのエンジンをオーバーホールをちょっとお前なんか垂れてんだけどはい分かった。だら垂れてるよ汚く。大丈夫。大丈夫じゃねえよ。今プラグトレイ持ってこいよ。トレイなんでそんなところでだら垂れてんだよ。なんていうの、名前日本語忘れた。ドレインコックオイル抜くの忘れたの？そう、ミッションサーチ天気。ミッション何？サーチ天気。サージ天気ってなんだよ。わかんねえよ。す
ごい不役のヤシオファクトリーを作って、フィッシュオイル天気。わかんない、言ってることが全然わかんない。全然わかんない。ピンクのタンク、フィッシュオイル入ってるホーズが、こっち。フィッシュオイル。何？ああ、ブリーダーホースね。ていうか、もうすぐエンジンミシャ降りるの？降りる？はい、今。で、今日はエンジン乗るして、このスタビいいね、これ。そうね。これいいね、このスタビね。そう。俺にもちょうだい、このスタビ。はい。なんだよ。そう、だからいいね。ああ、ここね。そう、ボディぶつけるだけ。お前これ削ったな、ここ。削ったな、斜めに。もっといるけど、本当にタッチがない。ぶつけるない、本当に。すごい。うわ、すごい切れてるね、これ。ね、ヤシオナックルすごいね。ヤシオファクトリーのナックル、これ。そうそうそう。すごいわ。すごいな、これ。今日お昼何食べんの？コンビニ弁当かな。コンビニ弁当いいじゃない？セブンイレブン一番いいお弁当じゃない？こんなお前、大規模な作業うちでやってるくせして、お前コンビニ弁当なの？やだ。やだ？何食べたい？天丼。天丼。天丼？わかんない。初めて聞く。お前天丼食ったことあるから絶対。本当に？じゃあ名前知らないかもしれない。分かったよ。安物のエビを美味しく食べるためにはちょっと手間が必要なの。ちょっと火が弱いな。弱いですか？OK ですか？めっちゃうまそうにできてるよ、これ。やばいね、これ。ほら、バターがちょっと焦げてるな。これは多分うまいよ。ティッシュは。さあ皆さん、今日はですね、エビパーティーです。そう、エビパーティー。確かこれ4年前にも、やったんですけれども、4年前はサムが、登録者数6万人達成したということで、このエビパーティーをやったんですけれども、今日はですね、ヤシオファクトリー YouTube チャンネルが、皆様のおかげでですね、ついに6万人を突破しました。おめでとう。パチ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 。ということでですね、ご多分に漏れずに今日もエビパーティーです。多分この由来は言い出した張本人はわからないとは言ってますけれども、多分この6、数字の6がこのエビのケツの部分と尻尾の部分にこれ語呂合わせでエビなんじゃないかなっていう勝手な想像です。全然わからないですけれども。ということで、これコストコのアルゼンチン産のエビです。でかいね。刺身用天然赤エビ。こんなにいっぱいで2135。お前ケチったなお前。俺はお前車エビしか食わないんだけどさ、大丈夫かよこれよ。大丈夫だよ、大丈夫。クーラーある。ということで、みんなで楽しみたいと思います。
これからもヤシオファクトリー YouTube チャンネルよろしくお願いします。よろしく。そうなの、もう一個の方じゃない？これじゃなくて2つあるうちのもう一個。これあんまり削れないな。もう一個持ってこいよ。すごい綺麗だな。綺麗ね。なんかね、もしかして本当に5万キロやばい。こっちだな。明日来んの？明日朝来んの？明日朝来んの？じゃあ明日朝ヘッドバラす？ヘッド明日の午前中に来てもらうから。 OK。 明日はい。叩く。そうするとコッターが取れるから、こうやって。なるほど。これでこのコッターを取ってはい。スプリング外す。こうやってやると取れるから。これ全部取る。はい、わかった。OK。そうするとはい。バルブが抜けるから、はい。でこのコッターがいい2個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 2、4、6、8、16、16、はい全部32。 32、わかりました。それやって OK。はい。ゆうた、ステムシールと、ステムシール全部頼んどけ。エキゾーストとインガート。2台分。